金井さん、おはようございます。おはようございます。あ、今大丈夫ですか？はいはいはい。休憩中です。はいはい、いいですよ。ちょっとコメントで、はいはい。ホームセンターにコテっていっぱい売ってるいっぱいじゃないです売ってます。はい。か。どれを買ったらいいかわからないんですけど、はいっていうコメントがあったんですけど、はい。それについてちょっといろいろ質問したいなと思いまして、はいはい。金井さんも普段よく現場でコテって使いますよね。はいはい。だから、固定、我々の場合、あくまで車間仕事も、プロの、それ専門にやってる分野じゃない。できるだけモルタルとか、そういうコンクリート関係を使えるような、一般的なコテは使ってますけども、本当社外屋さんのコテとなるとね、いろいろと種類があると思います。じゃあ今回はじゃあ普段庭作りとかそのガーデニングで使うには、これがいいんじゃないかっていうのをちょっといくつか教えていただこうかなと思います。だからさっき前回もやってるの移植ゴテでスコップでやる場合もありますし、あるもんでこうそれを代用しちゃうつ感覚でちょっと邪道的な感じで非常に社外屋さんには申し訳ないんですけどやってますけど、じゃあその辺もいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今こちらにあるのが普段よく現場で使ってるセットってことですかね。こんなようなので種類的にね、大体この種類ですね。あと土間打つ時の木ゴテとか大きいやつは、あと金ゴテのでっかいやつとか土間なんだけど、大きさまちまちありますけども、今回レンガとかそういうものにおいてはもうこのぐらいの程度のものですね。それじゃあ一つ一つちょっと何をどんな用途で使ってるのかっていうのを教えていただいていいですか？これはオカメゴテっつって、レンガなんかを打つこれですね。これはもうこれでちっちゃいもう一つもあり小さいのもありますけども、これが一番私にとっては使い慣れて、あくまで逆にあれですよね、移植ゴテがない時にはこれで植栽でお花をやったりちょっと土を掘ったりもいろんな形でこれはもう使ったり、じゃあそれはもうモルタルを練ったりすくったり置いたりそう何でも使うと。造営屋としたら何でも使います。社会屋さんには申し訳ないんですけどでこれが車間壁なんかちょっと柔らかい、ここで我々の場合はモルタルだけじゃなくてちょっといろんな外壁塗ったりなんかいろんな部分で使っちゃって、これがそれちょっと柔らかいんです柔らかいやつ、ここ腰がこうあるやつですね。でその柔らかいやつはその何か塗ったりそういうちょっと細かいところ仕上げとかも使っていきます。だいぶ年季入ってますね。いやいやたまたま電気入ってるっすよ、手入れしてないっつでその同じような形のがもう一個ありますけど、これはもうステンレス硬いやつです。逆に土間とこう押さえる時に、やはりモルタルやる時はもうちょっと力入れて、じゃあ同じ形でも硬さが違うってことそうですね。これは小さいですけどね、そういう押さえるっていう形の部分においてはこう硬めのやつを押さえていきます。これはもう大小さまざま大きさ、じゃあそれちっちゃいですか？これはもうちっちゃいなんかちっちゃいやつを選んだ理由はあるんですか？でもうこれもたまたま他の現場に持ってっちゃってこれしか残ってなかった。
あとはこれ柳刃、まあ私がこれ使う時にはモルタルを削る時、モルタルを削った形で狂言を出すのがことをやってるんで、それにおいてはこれは結構使い勝手がいいですね。でちょっと細かい作業もこれだったらできると。だからこうそうちょっとこういう活用します。であとこれはもう目地ごてになりますけど、私なんかの場合目地ごてだいたいこの幅の1センチの幅か、あんまり細いのとか目地ごてはいろいろありますけど、まあ我々の場合目地が結構幅が決めないんで、まあこれさえあれば大体削ったり、これでも削ったり、まあエラン張りの間の目地の押さえとかそういうもので使うから、それほど数はないですね、太さにおいては。まあこれ大体種類的にはこんなもんですね。なんかホームセンター行くと大きい木ごてっていうのもあります、ね。はいはい。だから木ごては土間なんか打つ時の最初にそれで押さえて、で最後仕上げはだんだん金ごてっつう形のものになってきますけども。じゃあ最初に大まかにやるのは木ごてで。木ごてで鳴らしっつう形で、表面の仕上げ自体は金ごてで仕上げていきますよね。ホームセンターでこんなの見つけたんですけど、はいはいはい、なんか4つセットになってて1000円っていうの。だから我々もこれですよ、買うの大体は。じゃあもう別にそれをそうこれ買って問題ないってこと若いこういう問題ないですよ。これだってもう開けてセットで全部全部入ってますもんね。だから今見たのこういうこんなもんですよ。おかめ。綺麗ですよ。これでね書いてあるんですから。で金ごてで柳葉であと目地。だからやっぱりセットで売ってるやつでどこがあれっていうとなると、今までやっぱり専門で使う人はこう溶接がきつくて長く持つとか、いろいろその値段によってでやはりここがダメなんですよね。値段そういうセットの安いやつとかだと、それは補えばここに取れやすいってことなんですか？取れやすいで、水に浮かして洗ったりなんかするとふやけてここがちょっと取れやすくなる。だから年に何回使うかによってですけど、我々なんかの場合はもう簡単に買う時もこれ買ってきますしね、これ使ってます。だけど金井さんたちも全然そういうの使う。ただやっぱり弱いところがやっぱり本職さんの使ってる高いやつはやはりそれだけ丈夫。私なんかの場合はこれで大体用が足りてますから、作りモルタルに関してこれだけあれば十分。ちょっと塗るのにはこれは硬いかなと、壁とかね。今売ってますプラスチックで塗るやつはね。じゃあ外でそのレンガの花壇を作ったりする分には全然これでもう十分です。もうこのセットさえあれば全然平気です。で1000円って買えちゃうんですもんね今。で今回ちょっと以上です。ちょっと聞きたいなと思って。金井さん的には一番おすすめのコテってどれになるんですか？だから今やっぱりこれを買っとけば万能土も掘れるって言ってましたね。掘れるしだからこれが混ぜるのにも便利だし、
モルタルを配るのにおいてもこれでいいですし、まあちょっとしたあれ鳴らすのもこれでペタペタ鳴らすそうですね、ことに、普段のお庭作りの現場の動画でもそれで鳴らしたりもそうしますよそうそうね。そう、だから我々はこれ一つちなみに金井さんがその使ってるやつって高いんですか？高くないんですよこれ。まあセットじゃないですけど高くないです。本当相当年季入ってますよね。いや洗ってきれいにしてないだけであ、じゃあ使ってるところいろいろいろ、そうってことですね。そうそうだからね、暇の時にはサンダーかけてきれいにしますけど、はあい、もう使いっぱなしです。じゃあ今回は以上になりますので、ありがとうございまはいした。、何か参考になるのかと思います。はい、ありがとうございました。